はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ始まりました。あれこれラジオは日本語を学んでいる方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Spotify や Amazon Music などいろいろなところで放送していますので、ぜひフォローしてください。今私がどこにいるかわかりますか？当てられた人はきっと日本通ですね。今横に流れている川は神田川、そして奥の橋は万世橋です。この万世橋の向こう側には秋葉原があります。はい、私は今秋葉原の近くに来ています。住所で言うとこの辺りは神田です。神田というと神田明神という神社が有名なので、この地名を聞いたことがある人もいるかもしれませんね。はい、今電車の音が聞こえますか？今私のこの上には実は高架があって電車が通っています。はい、ここは高架下に作られたギャラリーやカフェなどが立ち並ぶ複合施設です。今日はその一角をちょっとお借りして撮影をしています。この辺りは本当に電車の乗り入れが多くて、今私のこの後ろのね、秋葉原ももちろん大きな駅ですし、それからこの前の方には、お茶の水駅があります。これもね、比較的大きな駅でいろいろな路線が乗り入れています。なので、もしかしたら皆さん、この私の声の後ろに電車の音が聞こえるかもしれません。はい、そのような秋葉原に近い場所にせっかく来ているので、今日はアニメの話をしようかなと思います。秋葉原といえばアニメの聖地ですよね。今や国内外から多くの観光客が訪れる観光地としても有名ですね。アニメ関連のグッズがたくさん買えたり、またイベントがあったりと、とても賑やかな街です。皆さんは普段アニメを見ますか？きっと子供の頃なら誰でもアニメを見たんじゃないかなと思います。私ももちろん子供の時はアニメを見て育ちました。ドラえもん、ちびまる子ちゃん、サザエさんなど、あとは何だろう、セーラームーンも見ましたね。当時すごく流行っていて、アニメだけではなくてセーラームーンのゲームとかね、あとはグッズなんかもとても流行っていました。あとはポケモンもそうですね。アニメだけじゃなくてカードゲームとか、テレビゲームとかそういうのもね、たくさんグッズがねありますよね。ただそういうアニメは実は私は子供の時しか見ていなくて、成長するにつれてだんだん見なくなりました。なんでだろうね。ちょっと理由は明確に今言葉にはできないけれど、なんだろう、ちょっと子供向けのアニメというふうに自分で思っていたのかもしれないですね。それで、中学校高校生ぐらいになるともう見なくなりましたね。ただね、子供の頃から大人になるまでずっと見続けているアニメというのもあります。それはジブリのアニメです。特にジブリの宮崎駿監督のアニメは大人になってからも何度も見返しています。どうでしょう、皆さん、ジブリのアニメって見たことありますか？私が一番最初に見たジブリのアニメはトトロです。これは私の祖父が最初に見て感動して、ぜひ自分の孫たちにも見せたいと思って、当時ね、金曜ロードショーというテレビ番組でよくジブリのアニメを放送していて、それをね録画して私たちに送ってくれたんです。それで見たトトロが最初のジブリ作品です。トトロを最初に見た時はもちろん私は子供だったので、子供の目線で、つまり登場人物のサツキとメイの目線でその世界観を楽しみました。その後大人になっても何度もトトロを見る機会があったんですが、やっぱり成長するにつれて大人たちの目線で、あるいはもう少し客観的にこの世界観を楽しめるようになりました。何度見ても素晴らしい作品ですよね。またトトロの他にも私が特に大好きだったのは天空の城ラピュタとかもののけ姫、そしてナウシカです。
もうこれはね、今でも大好きです。そういえば最近もののけ姫はデジタルリマスター版として 4K で映画館でね、もう一度上映されましたよね。ちょっと残念ながら私、機会を逃してしまって見れなかったんです。どなたか見た方いらっしゃいますか？とても短い上映期間で、ちょっとね、すっかりチケットを予約するのを忘れてました。もし今後どこかで見られる機会があったらぜひ見返したいなと思います。宮崎作品なんで私がこんなに好きなのかなって考えてみると、まずは主人公が女性であるというのが大きいと思います。特に自分が小さい時は主人公が女の子だと感情移入しやすかったのかなと思いますね。そして主人公たちはみんな元気で自分でこの人生を切り開いていく強さを持っています。なんかそういうところももしかしたら私がね子供の頃から今までずっと見続けている理由なのかなと思います。あとは作品の中に愛を感じられるというのも私が大好きなその作品の魅力の一つかなと思います。なんだろ何の愛と言われるとそれは作品ごとに違うと思うんですが、自然への愛、人々への愛、自分への愛とか、なんかそういうさまざまな愛を感じられるというのも私が大好きな理由だと思います。どうでしょう、皆さんは何か宮崎駿監督の作品で好きなものがありますか？もし好きな作品があったらぜひコメント欄でね他の方にもシェアしてください。あと何でしょうね、最近の作品だと最新作「君たちはどう生きるか」とか、そういった作品もねたびたび話題になりますよね。君たちはどう生きるかは私は映画館で見たんです。夫と一緒にね見に行ったんですが、あの作品は今まで見た宮崎駿監督の作品とはちょっと違う印象を受けました。なんとなく今まではある一つの大きなテーマに沿って描かれているという印象だったんですが、この「君たちはどう生きるか」という、宮崎監督の最新作の場合はどちらかというと本当に彼自身が自由に作った作品という印象を受けます。これまでの彼の人生とかあるいは作ってきた作品のテーマとかそういったものがたくさん散りばめられている、なんだか彼が自由に表現したいものを表現したというような印象の作品でした。なのでテーマは何かっていう一つで言えないようなそういう作品だったと思います。はい。宮崎駿監督ね、本当にもう引退するんでしょうかね。なんか引退すると言いながらまた新しい作品を作って作り終えたら引退すると言ってでもまた新しい作品を作ってというのを繰り返していて、なんだかちょっと期待してしまいますよね。まだ新しいの作ってるんじゃないかななんて、ちょっとファンとしては期待をしています。あとは大人になってから見始めたアニメというと新海誠監督のアニメですね。これは私の子供の頃には作品がなかったので大人になってから見始めました。彼の作品の特徴としては実際の街の風景をそのまま作品の中に取り入れるというところがあります。なので、特に東京なんかに住んでいると新海誠監督の作品に出てくる街の風景というのが随所に見られます。今私がいるこの場所のねちょっと10分ぐらい歩いたところにお茶の水駅というのがあるんですが、あそこも新海誠監督の作品「すずめの戸締まり」の中の重要なシーンで描かれた場所です。なのであそこはね、なんかいつ行っても写真を撮ってるあるいは動画を撮ってるそういう人がねたくさんいらっしゃいます。あとは君の名はだと新宿にある神社とかね有名な階段があって、そこも本当にそのまま作品の中に描かれてるのでそこで記念撮影をしている旅行者の方とかもねよく見ますという感じで、作品をどうやって楽しむのかって人それぞれですが、そういういわゆる聖地巡礼みたいなね撮影された場所を訪ねて旅行をするっていうのも楽しみ方の一つですよね。
あとは声優さんのファンっていう方も多いんじゃないかなと思います。もうこの声優さんのファンだから、この人が出てる作品はもう全部見るっていうね、そういう楽しみ方もあるし、あとはアニメの主題歌とかね、なんか昔はこうアニメの主題歌ってこうメジャーデビューして自分の曲をたくさん発表している歌手じゃない人が歌ってたような印象があるんです。なんとなくね。だけどもうここ数年はもともと有名な歌手とか、メジャーデビューしていて自分の曲もたくさん発表しているようなそういった方がアニメの主題歌を担当するということがとても多いなと思います。なんでなんでしょうね。なんかそういうちょっと昔と今とではちょっとそういうのが違うかなっていう気がします。それから他にアニメの楽しみ方としてはグッズを集めるというのもありますよね。今この私の後ろの万世橋の向こう側には秋葉原という街がありますが、秋葉原はまさにそういったアニメ関連のグッズがたくさん手に入る場所ですね。さっきもね私ちょっと歩いてきたんですが、こう紙袋いっぱいにね、多分自分が好きな何かアニメとか作品、ゲームかもしれないけど、そういうもののこうグッズをねたくさん買って嬉しそうにこう歩いてる方がねいて、なんだか微笑ましいなと思いました。そういうグッズを集めるっていう形で楽しむ人もいますよね。はい、ということで、今日は秋葉原に近い場所にね私が今日たまたま来たので、アニメに関する話をしてみました。あれこれラジオでは毎回いろいろなことについて話をしています。また皆さんからテーマのリクエストがあればぜひそれもねコメント欄に書いてください。それからアニメ大好きなアニメの作品の名前、監督の名前、アニメの主題歌の名前、皆さんが好きなものあればぜひコメント欄で他の人にシェアしてください。はい、それでは、本日のあれこれラジオはここで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。